たいめいけんの茂木です。今日は料理王国の今日のカレー対決というわけではないですけども、今日私の方は家庭の冷蔵庫で簡単に作れるカレーを今日は紹介したいと思います。先ほど素晴らしいテクニックをお見せしていただきましたシェフでございます。中村です。中村さん、もう昨日も言ったんですけど予約が取れなくて追い返されました。それは冗談でございます。1ヶ月前くらいから予約しないと入れないお店なんで、ちゃんと予約して食べに行きたいと思います。では早速できたいと思います。市販のカレー粉を使います。で、市販のカレー粉もお好みがあると思うんですよ。今日あえて辛いカレー粉を使います。もう簡単に作れるんですよ。もう煮込まないカレーなんで、火が入ったら終わりみたいな。もう火が入ったらもう終わりです。めっちゃ楽しみです。でこれですね、カレー粉でもうこれ刻んであります。であとはもうお野菜、あといろいろ彩りで野菜は後から入れていきますけれども、でひき肉はもうもうこう引いてある合いびきです。で切るものは玉ねぎから最初に切っていきたいと思います。細かく切ります。あんまりここにしては入れないタイプなんですよ。そういったはい、先ほどのエシャロットですけど、洋食なんで玉ねぎ使います。玉ねぎはね、やっぱりちょっとオーソドックスなカレーには玉ねぎの方がありますよね。甘みがあったりとか、玉ねぎ独特の香りがやっぱりなんかちょっとノスタルジックっていうか。そうですね、もうやっぱりもう洋食といえばもう玉ねぎですからね。もう確かにエシャロットは玉ねぎ香りに使いますけど、玉ねぎの代わりにエシャロットってやっぱり微妙ですもんね。エシャロットはね、使いたい気分はあります。使いたいんですけど、どう使っていいか分かんないって言われちゃうんですけども。でもうちの基本は玉ねぎですよ。本当ですか？基本は玉ねぎで、要所要所でエシャロットを使うんですかね。これで玉ねぎはみじん切りできました。次ニンニクちょっと潰していきます。もう潰すときはね、もう大きい包丁を使います。もう長いです。もう長いですね。もう銃刀法違反で捕まっちゃいそうな包丁。確かに刀です。刀ですね。普通に勇者って感じですよね。いや、普段は勇者じゃないんですけどね。もうこれもみじん切りにします。みじん切りやりにくいんですけどね。そうですよね。長いから潰すだけはいいんですけどね。なかなかそれでみじん切りするのは相当な技術が必要ですよね。そうですね。もうあとはもう押し切りできちゃいますから、もう。やっぱり処理になりたての頃って長い包丁を使うのに憧れましたよね。まあ確かに先輩がだいたいスーシェフとかの一番できる先輩がでっかい包丁を持ってるんですよね。もう大体30センチオーバーの。そうですよね。今はもう使わないですよね。もう普通15センチぐらいの包丁で。そうなんですよ。私もだいたい20センチもうそうですね。まだ料理やりたての頃は手切りすぎて救急車で運ばれたことありますから。それ相当のレベルですね。レベルですね。本当縫いましたよ、30針ぐらい。いや、玉ねぎをね、5ケースぐらい切れっていう使命があったんで。パプリカで。もう最初は種取ってあげて、ちょっと形はね、もう斜めにこう切っていって。ちょっと大きめな感じで。はい。ところ彩りで。僕らの時代ってアメリカが一番だった時代だったんで、今だったらフランス行っちゃうんですけど、イタリアでも、じゃあアメリカで料理の修行をされてたんですか？アメリカで料理の修行より語学の、それからまた戻ってきてっていう感じでしたね。やっぱり言葉が喋れないとっていう、ナスも本当は皮硬いですけど、まあ乱切りしちゃいます。ナスとかもやっぱ使いますでしょ？結構使いますね。真っ黒に焼いてなんかピューレとかにしたりとか、あとは揚げても美味しいですし。やっぱりナス揚げたら美味しいですよね。美味しいですね。油との相性がもう最強な感じなんですよね。本当はお水につけるんですけど、今日はね、お塩につけます。塩で。ちょっとお塩につけてアクを取ります。水っぽくなっちゃうんで。先ほど、シェフと同じように
私もアメーラトマト使います。でも使い方がちょっと違うんですよ。火を通す感じですか？いや、火は通さないんです。通さないですか？たいめいけんの茂木です。ぜひ皆様、美味しい洋食を、食べに来てください。よろしくお願いします。すぐ玉ねぎ入れちゃいます。ちょっと色ついたらちょっと玉ねぎ入れます。すごい簡単なんですよ。もう飴色になるまでちょっと炒めていきます。そうしましたらもうひき肉入れます。今日は合いびきです。もうシェフのはね、カレーって感じしなかったんですけど、これはね、もうザ・カレーって感じしますね。これがザ・カレーになるんですね。そうですね、もう。お店でもキーマカレーって出してるんですか？普通のドライカレーは出してます。ドライカレー。はい。ドライカレーは出してるんですけど、ひき肉の色が変わってきました。ちょっとお肉臭いんでね、白ワインをちょっと軽く。白ワインですね。じゃあおナスと、本当に揚げても下揚げしてもいいんですけど、おナスとパプリカですね。パプリカを入れます。炒めていきます。やっぱりシェフソンと全然違いますよね。でもなんかすごいいい香りがしてきましたね。油が合いびき出すからそれにナスが吸ってめちゃくちゃ揚げなくてもボリュームが出そうですよね。そうですね。シェフのお店入りたいんですけど入れないんですよね。いや昨日はたまたまですよ。結構入れないですよ。いや全然シェフここ座ってくれれば。これ順番はね、もう次にブイヨン入れます。ブイヨン。これ焦げのブイヨンを溶かしてるだけです。ブイヨン入れます。シェフと全然違いますよ、もう。でもすごいやっぱり父が作ってるとだんだん洋食って香りがしてきて、なんか食欲が湧いてきます。もう本当洋食になっちゃいましたね、本当。いや本当にそうですよね。こう香りがなんかやっぱりだんだんつながってきますよね。あとこれカレー粉を刻んだものです。カレー粉は辛口とお好みでいろいろ混ぜてもいいですし、いろんなお好きなカレー粉を使ってください。刻むとね、もうすぐ溶けちゃうんで。確かに刻んだ方が使い勝手いいですね。もうすぐね、これでもう一気になんか美味しそうな気がする。全く違う感じになりましたね。はい。でもこれに、あとケチャップ。ケチャップっていうのが面白いですね。これケチャップ入れるとやっぱり味がだんだん締まっていきますね。これケチャップ入れた後に、もうね、お好きなね、こうおソース入れるんですよ。もうね、中濃ウスターとんかつソース。何でもいいですか。ただ、やっぱりウスターだと酸味強いし、そうですね、中濃だとまあちょうどいいぐらい。で、とんかつソースだと甘みがある。で、僕の好みだとやっぱり中濃とかとんかつソースがいいんで、僕は甘いの好きなんでとんかつソースで入れちゃいましょう。結構入れますね。とんかつソースでやると美味しいですよ。でもなんかすごいダイナミックでなんか美味しそうです。でもあともっと煮詰まっちゃったらもうちょっとブイヨンをちょっとまた足してもらったりとか、辛みがもし強かったらこう蜂蜜とかね入れてもらうと、ちょっと蜂蜜入れてもらったりとか、ちょっと蜂蜜入れてもらったりするとちょっと自然な甘み。ここにワンポイントなんですけど、タバスコ入れるんですよ。タバスコ、おなじみの調味料が次から次へともう家にあるもんだけですね。お子様がいる方は入れなくてもいいんですけど、タバスコ入れて、でもこれで
もう完成です。ちょっと味見チェックして、はい、ちょうどいいもう辛さと、まあお塩も入れてもいいですけど、これで完成なんですけど、今日シェフは最後トマト使いましたよね。使いましたね。私もトマトを使わせていただきます。これ炊きたてのご飯です。もしかしてバターですね。ちょっと別にオリーブオイル入れなくてもいいんですけど、ちょっとオリーブオイル入れますね。でここにラメラ。トマトご飯になる。今日はトマトご飯で。ああ、なんか本当は目玉焼きのっけようと思ったんですけど、はい、このカレーの辛さと、はい、トマトの酸味を。トマトご飯っていう発想なかったですね。このフレッシュなトマトご飯。まあ確かにケチャップライスとも通ずる何かが。はい。大ちゃんもやりましょう。大丈夫だ。大丈夫ですか。貧縮じゃないですか。皆さん評判いいですよ。本当ですか。スタッフの皆さんも。なんか意外な組み合わせが最高っていう。意外な組み合わせが。はい、行っちゃった料理人と正統派料理人で、はい。昭和のカップで。一回豆からかけていい？ちょっと失敗したらごめんなさいね。もう一回かけ直しますからね。カレーって盛るの難しいですよね。僕もいざ盛るときどうしようかなと思いました。なんか真上から悩みますよね。悩みますね。できました。もう家庭料理なんですけども、まあキーマカレー風のカレーをちょっと試食していただきたいと思います。いや、めっちゃ食欲をそる感じの、はい。もうなんか匂いからしてなんかちょっと馴染みのある感じの。いやもうすいません本当もう。いい感じの食欲そる感じの匂いしてきて、じゃあいただきます。すいません本当もう。トマトライスっていうのがね、いいですね。なんか甘みとか酸味とかのバランスが、はい、国民全員大好きなバランスですね。奥様でも結構野菜入ってますけど、はい、こういった優しい感じのちょっと甘めの味だとパクパク食べちゃうじゃないですかね。美味しいです。やっぱりカレー作る時ってやっぱりルー買ったら煮込まなくちゃいけないっていう、なんか2、30分30分ぐらいかけて作らなくちゃいけないっていうのがあるから、やっぱりこうやって刻んでちょっともうすぐ混ぜて作ると10分ぐらいでできちゃうんで、楽ですよね。もうそうですよね。煮込む時間は本当に短かったですね。はい、ナスが本当にお肉のいい出汁とかも吸ってて、はい、すごい鍋1個で理にかなった作り方というか、もうある意味すごいなんかシンプルだから、はい、結構料理とか慣れてない方でも美味しく作れそうな感じがします。ナスとかトマトとかパプリカがすごい火の入り方とか油の吸い方がちょっとなんかフランス料理のラタタトゥイユとか、はい、そういったところになんか近くて、普通のやっぱり給食とかそういったものでなんかいわゆるカレーとかドライカレーっていうカレーよりなんかすごい料理のなんか美味しさっていうものが、このカレーが美味しい理由がやっぱそういったところとかにもあるのかなっていう。普通懐かしいんですけど普通じゃない美味しさっていうか、めっちゃうまいっす。すいません本当ありがとうございます。これうまいっす。なんか食べれば食べるほどなんかスプーンが止まらなくなるやつです。もうありがとうございます。今回の動画を気に入ってくれたら高評価、チャンネル登録をお願いします。